こんにちは、あやこです。今回の動画は私たちが賃貸に住んでいる100の理由についてをご紹介したいと思います。私たちが賃貸を選んでいてメリットに感じている点であったり、その価値観をお話しできればと思っています。まず我が家の前提なんですが、私たちは夫婦2人と子供1人1歳児ですねの3人暮らしプラス文鳥を飼っています。住んでいるところは関東圏内でして都内ではないです。よく論争されている賃貸 vs 持ち家どっちがお得かなどについては、正直わからんというか知りませんが、金銭的に得な方は結果論としては正解が存在するのかなとは思いますが、今回の動画ではそういったお金に関しての損得は触れないこととします。では早速本題に入っていきたいと思います。まず我が家が賃貸を選ぶ最大の理由はライフスタイルに柔軟性が持てるということです。我が家が賃貸でいる一番の理由というか、ほとんどがこの価値観に集約されているのかなと思っています。そもそも自分たちの人生にまだまだ何か確固たる意思というか、後ろ向きに聞こえるかもしれないんですが、要は20年先30年先の住む場所についてのライフプランっていうのは決めていないんですよね。なので今住んでいる地域で一生暮らしていくっていう気持ちはないし、最終的にはそうなる可能性も全然ゼロではないんですが、その時の必要性であったり、また必要性がなかったとしても身軽に住む場所や家を変えられるっていうのが私たちの性格というか現時点での生き方に合っているという感じです。これを具体的にお話ししていくと、一つ目のメリットとして転職に踏み切りやすいかなと言っています。例えば転職する場合、もちろん持ち家の人も全然転職できるよって話だとは思うんですが、じゃあ転職先を探そうってなった時にやっぱり自分の家から通える範囲のところとかリモートワークできるような職種を選んだりする人が多いのかなと思います。でも賃貸であれば別に家から近くなくても、例えば北海道、九州、海外などで本当にそこでやりたい仕事があるんだったらそれに合わせて仕事を選べるし、そういった選択肢を取るのが持ち家の場合と比べてハードルが低いのかなと感じました。また今のキャリアとは全く別の道に進みたいとなった場合、収入が減る可能性も考えられると思います。その際生活が苦しくなったら安い賃貸の物件へ住み替えとかも考えやすいのかなと思います。続いて子どもの進路についても柔軟性が持てると思っています。今は1歳半なのであまり気にしてはいませんが、例えば今後の進路選択に関しても学校に応じて近い家に住み替えたり、この学校はもしかしたら子供にはちょっと合わないかもといったケースがあった場合はもう学校を変えてしまうのも全然ありだと思っていて、それに伴う引っ越しも選択肢に入れやすいと思っています。要するに自分が住んでいる家ありきからのライフスタイルではなくて、自分が行きたい道ややりたい方向に合わせて住む場所を柔軟に変えられるっていうのが賃貸の最大のメリットだなと思っています。続いて2つ目のメリットとして家や設備の維持管理コストがかからないということです。これは私たちの話なんですが、今住んでいる築12年ぐらいの物件に引っ越すタイミングで私たちを含む全部屋のエアコンを新品に変えてもらっていました。私たちから変えてくれと言ったわけではなくて、その管理会社がそういった6年ごとだったかな、その頻度で新しいものに変えるという決まりがあるそうです。その時はラッキーぐらいに思っていたんですが、よくよく考えるとこれって私たちにとってすごく価値のあることだったなと思っています。例えば夏なんかエアコンが壊れるとめちゃめちゃ困るというか、真夏であれば1日たりとも過ごせないじゃないですか。
住んでる物件にもよるのですが、管理会社がそういった定期的に家の設備をメンテナンスしてくれることで、私たちがそろそろエアコンが壊れそうだから買い替えた方がいいかもしれない、買い替えるならなんかどのエアコンにしようかとか、そういったことを考えるっていうのもそこそこ時間的にも精神的にもコストがかかるかなと思います。そういった手間がかからないっていうのはすごくメリットに感じます。またこれは結構ズボラ向きな意見かもしれないんですが、家の掃除とか賃貸だったらめちゃめちゃ適当でいいんじゃないかって思っています。もちろんその健康を害してしまったり退去時に多くの費用が発生するみたいなことは避けられるようにメンテナンスする必要はあると思うんですけど、持ち家を買って今後50年以上住み続けられるようにしっかりと掃除する人に比べて、賃貸はそこまで50年先を見据えて掃除する必要はないのかなと思っています。賃貸であれば汚れたらっていう言い方もちょっとあれなんですけど、汚れたら新しい綺麗なお家に住み替えればいいだけなので、今住んでいるお家を過剰に綺麗に保つっていう必要はないのかなと思っています。健康的に暮らせて不快だと感じない程度に掃除ができていれば、私自身も掃除に対するコミットはかなり低いです。続いてのメリットなんですが、品質の高いお家に住み続けられると思っています。ちょうど2025年の4月から原則すべての住宅に省エネの基準というものが設けられるようになります。つまり電気やガスなどのエネルギー消費量を削減できる住宅が今後作られていきます。このようにだんだんと建物を建てる基準が改正されていって、例えば10年前20年前に建てられたお家に住むよりも10年後20年後に建てられたお家に住む方が地震にも強くて火事にも強くて省エネであるっていうものになっていくと信じています。なので、今後住み替えをする場合は今の家よりは新しく建てられた家の可能性の方が高いので、住み替えをしていくことでより快適な住環境の家に住めるようになっていくんじゃないかなと思っています。これが、持ち家であれば高品質というかの住宅に住むためには自分でリフォームをして良くしていく必要があるし、そういったものの限界もあるのかなと思っています。賃貸に住むことについてのメリットがそんな感じで、デメリットっていうのももちろんありまして、これは自分たちが合理的だと思える暮らしのスタイルと間取りが合っていないことが多いというものです。これはどういうことかっていうと、例えば我が家で言ったら玄関の収納が、扉式なんですけど、これがオープンだったらもっと本当は使いやすいのに、動線的にも結構玄関に、入れたいものとか置きたいものっていっぱいあると思うんですけど、扉がついていることによってなかなか使い勝手が良くないなと思ったり、洗面所のスペースも、あとリビングをダイニングかなをもうちょっと狭くしていいから洗面室のスペースを大きくして収納をしっかりと入れてほしいなとか、そもそもこの洋服のクローゼットにこんなにスペースはいらないかもねとか、そういった自分たちのもののサイズもそうだし、暮らしのスタイルに合わせて、自由に間取りを変えられたり提案できたりっていうのが持ち家のメリットかなと思っています。逆に賃貸だと、そういった物件を探すしかないですし、同じような間取りの物件が多いので、なかなかそういったものを見つけるのも簡単ではないのかなと思っています。はい。
そんな感じで今回は私たちが賃貸の物件を選ぶ理由100もなかったんですけど、その気持ち、そんな気持ちぐらいの気持ちで賃貸を選んでいるということでした。はい、ご視聴いただきありがとうございました。